皆さんこんにちは、深田です。引き続き導水試験を勉強していきたいと思います。ここにマノメーターを一つ用意しています。マノメーターってどんなものか知ってますか？いえ、知らないです。 S 字にチューブが合わせてあって中に水が入っています。でここに水面がある。この先っちょをこちら側の水面につけてあげると、こっちの水面と同じところにこちら側に水面ができると。同じ水面を作る。そうです。資料の中にできている水面を、別の場所に作ってその高さを測るっていうものです。今マノメーターの先は資料の外側の水面の高さを表しています。このメモリによると 0.20 か 0.21、 このマノメーターを今度は資料の中の水面、一番高いところですねに入れます。こちらの水面を見ててほしいんですけれど、水面が上がりましたね。0.06 とかそれぐらいになっています。じゃあこのマノメーターを鳥取砂丘砂の中に差し込んだらどうなると思いますか？下がるんですか？なんでそう思うんです？外側の容器では低くて、中に入れると高くなったんで、やっぱ間に来るんじゃないですか？間に来る。そうですよね。じゃあやってみましょう。このくらいかな。さっきはギュンって上がりましたけど、そうですね。反応がすごくゆっくりですね。砂があるからってことなんですかね？砂があるとなんでゆっくりなんだろうね。だいぶ下がった。さっきは 0.05 とか 0.06 あたりにあったんですけれど、こうちょっと下がってますね。何回か実験してみたので、その結果を見てみたいと思います。ここに鳥取砂丘砂が詰まっている資料があって、その上側に水面ができていると。で資料全体はそれより大きな容器に沈んでて、水面は上側の水面に比べて下の方にあると。資料の上端のところを0に設定して、深さ方向に1センチ2センチ3センチっていうふうに座標を取りたいと思います。外側の水面を測るときは6センチで結果を残しておくことにします。マノメーターの読みは例えば机の上から何センチとかっていうふうに表した方が良かったかもしれないんですけれど、ちょっと横着したんで何か任意のメモリを使ったと思ってください。単位はほぼセンチメーターでいいかなと思います。0から6の間のところが資料になってるんですよね。結構綺麗な直線関係になっていますよね。もし資料の真ん中にマノメーターを突き刺したら、資料の上側と資料の下側の圧力のちょうど半分くらい、理論的な側面からこういう結果になるのが自然なことだっていうのを考えてみようかなと思います。ダルシェの法則はフラックスが透水係数×導水勾配の積で与えられていると。θ 分の k の L 分のデルタ P、 資料の長さに対する、上と下の圧力の差に比例すると。土が持っている水の流れやすさと、水が持っている流れやすさっていうもので、フラックスが決まるんですよみたいな。この場所の圧力を P の X、資料の長さが L に設定してあるので、資料の上端は X から2分の L だけ戻ったところの圧力みたいに。資料の下端では圧力が P の X プラス2分の L。ここでのフラックスをこの2つの圧力差で、こっちのフラックスをこの px と px 足す2分の L の圧力差で書いてみたいと思います。θ 分の k の2分の L 進んで x-2 分の L と x、 p の x 引くことの p の x 足す2分の L で、この V1 と V2 ってどういう関係にありますか？ V1 の方が大きくて V2 の方がちっちゃい。そうなんですか？
V1 の方がちっちゃくて V2 の方が大きいの？そうなんですか。フラックスは流量を、資料の断面積で割ったものですよね。どれだけ水が通過するかっていう量を言っているわけですよね。面積は上でも下でも一緒だから、結局流れる量が一緒だから、どっちも同じ。いやなんかすごく難しく書いたからさ、惑わされたと思うんだけど、別にどこで書いたってフラックス一緒ですよね、この場合ね。ですよね。だから入ったものが出なきゃいけないわけですから。溜まっちゃいますもんね。そうそうそう。もし入ったものより出たものの方がちっちゃかったら、なんかどこかに溜まってなきゃおかしいというか、水がギュッて集まってなきゃおかしいですけれど、そんなことはないから、入ったらすんなりとこっちから出ていくわけですね。V1 と V2 っていうものは等しいという関係があります。で難しい言い方ではこのことを連続の式とか質量保存の法則とか収支式とかって、でこの V1 と V2 に今ここで考えたこの式を入れてあげると、この β 分の k っていうものと2分の L っていうものは上と下の式で共通しているので、ここはもう書かなくていいかなと思う。ここが違うんですよね。p の x-2 分の L 引く p の x イコール p の x 引くの p の x 足す2分の L。2倍の p の x は p の x 引く2分の L 足す p の x 足す2分の L。結局真ん中の圧力っていうのは上と下の圧力の平均になっている。さっき実験で得た結果をこういうふうに連続の式とダルシーの法則を組み合わせることで確認することができました。こちら側でもこちら側でも同じフラックス、同じ流速で流れているはずだっていうことは、導水係数がもし等しいなら導水勾配が等しくなければいけないから、圧力差がこちら側とこちら側で共通してなきゃいけないですよね。ここの傾きと同じだけこっちでも傾いてなければ同じだけのフラックスにならないから、こういう関係式のことをですね、ラプラスの式とか、ラプラス方程式を離散的に表したものと言ったりします。これは連続する関数で考えて、微分の考え方を使って式変形していくと、よく見るようなラプラスの式にたどり着くんですけれど、今日はそれはやらずに、上と下と真ん中だけ3点だけ使って考えてみました。もっと面白いのはね、2次元じゃないかなと思う。例えばこの黒板の、この辺りからこちら側に水がビューッと流れているみたいな。2次元の場合にこの式どうなると思いますか？ y が増えるんですかね。そうですね、そういうことになります。こちら側にも流れるし、こちら側にも流れると。別々なんですかね。完全に別々に考えてしまうとあまり面白くないですよね。すごい広がった平面、それを格子状に切って考えてみたいと思います。さっきは一つの資料の境界と、真ん中の点を考えてたんだけど、境界を通過して流れる時にこの隣のセルの圧力とこちら側の圧力の差でもって流れると。なんか適当に今矢印を書きましたけど、この4つの矢印の収支を考えることになりますよね。なんだこれを V1 こいつを V2 にしてたから U1U2 みたいに書く。バランスが取れてなきゃいけないので、これがイコールで結ばれる。ダルシーの法則を使って書き表してみます。U1 のフラックスはβ分の k の幅 L に対して P の y 方向に L だけ戻ったところの圧力と真ん中における圧力の差でもって流れてる。V1 は x-L の y 引くの P の xy。X と同時に Y も扱わなきゃいけないから少しごちゃごちゃっとしてるけど、そんなに難しい話じゃないですよね。連続の式によるとこちら側を足したものは、こちら側を足したものに等しいはずだ。
で今 β 分の k と L はみんなキャンセルするから重要なのは2つの p の差。ちょっと整理します。この p の xy をこちら側に持っていきましょうか。そうすると求めたかったのはこのセルの中心における圧力、それはこの4つの項を足して4で割ったもの。この真ん中のセルの圧力っていうのはそれに隣接するこの4つのセルの圧力の平均だってことです。これだけ見てもなんか式がごちゃごちゃっとしただけであんま面白くないかもしれないですけど、これを使うとですね2次元の流れっていうものを考えることができるようになるんですよね。その一例をちょっと紹介しようかなと思います。